はいどうも皆さんこんにちは。今回は幕末についてお話ししていきます。江戸幕府の末期、略して幕末です。江戸時代と明治時代の間にあるこの幕末という期間ですが、この期間に日本は大きく変貌を遂げていきます。それではまず日本がどのように変貌を遂げたのかという話から始めていきましょう。幕末という期間を一言で表すと、将軍中心の政治が天皇中心の政治に変わったということができます。もう少し詳しくお話ししましょう。昔の日本には天皇を中心とした朝廷というグループがあり、彼らが政治を行っていました。しかし時が進むとその状況が変わっていきます。将軍を中心とした幕府というグループができたのです。つまり天皇を中心とした朝廷は将軍を中心とした幕府に政治を任せるようになり、政治の実権は幕府が握っていったのです。そのような背景があったので、江戸時代には江戸幕府の将軍徳川家が政治を行っていました。江戸時代の政治はピラミッド構造です。幕府の頂点に将軍がいて、その下に政治を担当する老中がいて、そのさらに下に地方を担当する藩がいるという構造です。このような構造で江戸幕府は運営されていたのですが、藩の中から独自に改革を行って特に力をつける藩が現れます。そのような力の強い藩を雄藩と呼ぶのです。そんな雄藩たちがある時、今は幕府が政治を行っている、それは朝廷に政治を任されているからだ、つまり幕府の上には朝廷がいると考え始めるのです。つまり朝廷を幕府の上、ピラミッド構造の一番上に位置づけたのです。幕末という時代はこの状態で幕府が倒れたことにより、朝廷、つまり天皇をトップとしたピラミッド構造が出来上がるという時代です。それでは続けて、幕府はなぜ倒れたのかという話をしていきましょう。江戸幕府が倒れた理由の一つとして挙げられるのが欧米列強の接近です。1853年に日本にやってきたペリーは開国を求め、日本を取り巻く環境は一気に変わりました。さすがに幕府も自分たちだけでは決められないと思ったのでしょう。朝廷に報告したり、雄藩たちの意見を聞いたりしています。これによって今まで政治に参加できなかった朝廷や雄藩の意見が政治に反映されるきっかけになったのです。そうなると幕府の内部では新勢力と旧勢力が対立していきます。もちろんですが、新勢力は新しく政治に参加するようになった朝廷や雄藩、旧勢力はこれまで政治を行っていた幕府の人々です。新勢力としては俺たちの意見を聞け、旧勢力としては新参者が出しゃばるなと考えていたのです。この旧勢力の中で特に力を持っていたのが井伊直弼という人物でした。井伊直弼は出しゃばってくる新勢力を弾圧、新勢力の人たちを政治から遠ざけて処刑したり島流しにしたりします。しかしそんなことをしていたら当然ですが、新勢力からの反感を買います。反感を買った井伊直弼は江戸城に向かっている途中を襲われて桜田門付近で暗殺されるのです。これが桜田門外の変です。幕府の偉い人である井伊直弼が殺された。こうなると大変です。幕府の権威は低下して日本は混乱していきます。その混乱の中で様々な主張をする人が登場するのですが、分かりやすく今回は2つの主張を紹介します。尊皇攘夷と公武合体です。尊皇攘夷というのは天皇を中心として外国を追い払えという考え方です。この時の天皇は孝明天皇というお方で、孝明天皇は外国のことをとにかく嫌っていました。なので尊皇攘夷の考えを持つ人たちは、天皇が外国人を嫌っている、外国人を日本に入れるなという主張になっていき、日本中で外国を排除する運動が行われていきます。さて、もう一つの主張である公武合体ですが、こちらは比較的穏やかです。公、つまり朝廷と、武、つまり幕府が手を取り合ってこの難しい局面を乗り越えようという主張でした。幕府としてはこちらの主張の方がいいですよね。こうして江戸幕府は公武合体政策を進めていきます。その中の一つが和宮効果です。和宮というのは孝明天皇の妹です。つまり幕府は天皇の妹と将軍を結婚させて公武合体を達成させようと考えたのでした。しかしこの結婚は要するに政略結婚です。尊皇攘夷派の怒りを買います。
天皇の妹を政治に利用するとは何事か、そう考えたのでした。こうして尊王攘夷派と甲部合体派が勢力争いをしている時に立ち上がったのが薩摩藩の島津久光でした。ここは一丁俺が出て甲部合体の話をまとめてやろうといった感じです。しかし一仕事を終えた島津久光が江戸から帰る途中、その行列の前を馬に乗ったイギリス人が横切ります。これを無礼と考えた薩摩藩士がイギリス人を殺害。イギリスはこれに激怒します。こうして薩摩藩とイギリスの間で行われた戦争が薩英戦争です。この戦争により鹿児島の町は焼け野原となってしまい、薩摩藩はイギリスの力を思い知ります。攘夷は不可能だ、そう悟った薩摩藩は方針を変更、開国討幕路線へと進んでいくのです。攘夷は不可能だ、そう考えた薩摩藩でしたが、当時の京都では攘夷が叫ばれ続けていました。特に長州藩なんかは関門海峡の外国船に対して砲撃して列強の怒りを買っていました。このままではまずい、そう考えた薩摩藩は会津藩と協力して長州藩などの尊王攘夷派を京都から追放します。これが8月18日の政変です。しかし追放された側の長州藩は怒ります。こうして長州藩は京都を奪い返すために軍勢を京都に派遣するのです。こうして起きた戦いが金門の変です。この金門の変で長州藩は敗北、長州藩は朝廷の敵だと認定され、完全に仲間外れにされてしまいました。そんな長州藩ですが、この時に以前外国船に砲撃したツケが回ってきます。イギリス、フランス、オランダ、アメリカの4カ国が長州藩に報復するためにやってきたのです。こうして長州藩は幕府だけでなく欧米列強からも攻撃を受けてボロボロです。早々に降伏して恭順の意を示しました。こうして薩摩藩に引き続き長州藩も攘夷は不可能だと悟ったのです。さてこうなると薩摩藩と長州藩が攘夷が不可能だと悟ることになり、討幕で方針が一致します。この2つの藩をつないだのが坂本龍馬や中岡慎太郎といった人物でした。こうして結ばれたのが薩長同盟です。そんな状態で幕府は再び討幕を掲げた長州藩を倒そうとします。しかしこの時にはすでに薩長同盟が結ばれていましたので、長州藩は薩摩藩の支援のもと幕府に抵抗していきます。この戦いの最中に将軍家茂が死んだことも影響して、最終的にこの戦いは長州藩の勝利、幕府軍は撤退していきました。さて将軍が死んだとなると新しい将軍を決めなければなりません。こうして将軍となったのが江戸幕府第15代将軍徳川慶喜です。とはいえこんな状況で将軍にされてもできることは限られています。最終的に慶喜は政権を朝廷に返すという判断をしました。とはいえ朝廷が政治を行っていたのはずっと前の話。慶喜は今更政権を返されても政治はできないだろうと考えていたのです。これが大政奉還です。こうして江戸幕府による政治は終了、明治時代へと時代は進んでいくのでした。